これも契約でな。対空レーダーを潰した連中もエイドス域にしておいた。心置きなく言って。無念。シャーリー、残りもやっていいぞ。いいの？どうしたのさ。他の連中には手を出させないから遠慮なくかかってくれば。それじゃあバイバイ。やめろありゃ、邪魔が入ったか。バカ。遅かったな。正直シャーリー、こんなところでどうしてやがるんだ。ダメ。どうやら全員こと切れてるみたいだ。なんなんだあんたたちは。なんでこんな非道なことを。言っただろう、ビジネスだと。帝国宰相および皇族を狙った不届きなテロリストを処刑する。それが今回帝国政府から俺たちが受けた依頼ってわけだ。まさか。帝国政府からの委任状もちゃんとあるよ。これがあればシャーリーたちに手出しはできないんだよね。そんな。自治州法第19条3項、帝国共和国政府によるクロスベルでの公的執行権、これを認めるものとする。その通りだ。つまりこの件に関しては俺たちは帝国政府の代理、正式な処刑人ってわけだ。用意周到じゃないか。おじき、なんで殺した？なんで殺しやがったんだ。あんたなら殺さずに無力化できただろうが。どうしてランディ。先輩。ランディさん。言っただろう、処刑を請け負ったと。それにこの程度の殲滅戦、貴様には珍しくもあるまい。そもそも貴様らがとっとと連中を捕まえておけばこの結末にはならなかったはずだ。この結果が鉄血に政治的に利用されることも。そんな、まさか。せめてもの情けに一匹だけは見逃してやろう。シャーリー、話してやれ。もったいないな。ま、いっか。雑魚だと遊びがいがないし。はい、パス。逃げられないでよね。
さて引き上げるぞ。報酬も入ることだし、今夜はパーッといくか。やっ、それじゃまたね若失礼します。じゃあなランドルフ隊長。何のためにヘイユエども、バカな、どうしてこいつらが。サオ社長、その者たちには重大な権威がある。共和国政府の委任状があっても連れて行く権利などないはずだ。そう言われましても長老方、上からの赦免として納得できないようであれば実力行使をされても結構ですよ。そこの風の剣聖殿ならば我らの友人とも良い勝負でしょうし。伝説の教主イン、顔を合わすのはこれが初めてか。それ以外もかなりの手だ。さすがに少々分が悪そうだ。心配せずとももう一方のテロリストほどひどい目には合わないはずです。せいぜい政治犯として民族主義者たちへの牽制に利用されるだけでしょふざけるな。貴様ら東方人のせいで我らのカルバードは。ロック・スミス大統領、思っていた以上のタヌキのようだな。個人的には親近感を感じる方ですがね。文句や抗議が終わりでしたらどうぞ大統領府の方へ。それでは引き上げましょう。はっ。そうか、分かった。こちらはもう安全だ。安心してくれたまえ。テロリストたちの方は。共和国の一団はヘイユエという貿易会社の社員に囚われたそうです。なんで共和国政府の逮捕委任状を持っているとのことでした。おお、それは重状。彼らは我々の友人でしてな。身分は保証しますからご安心を。そして帝国からの一団は帝国政府による委任状のもとに赤い星座なる両兵団にほぼ全員が処刑されたそうです。なんたることか。最初、一体どういうつもりか。帝国政府が処刑などの名目で国外で両兵団を運用しただと。ええ、確実を期すために私はともかく王子殿下を狙った罪を万死に値すると言わざるを得ません。背後にいる愚か者たちへの良い警告にもなってくれるでしょう。よく言うぜ。
確かに自治州法では認めざるを得ませんが、だがこれはあまりに真偽に基るやり方ではありませんか。おお、それは誤解です。それよりも方々、図らずとも証明されましたが、この程度のアクシデントですらクロスベル自治州政府には自力で解決できないということが、まんまとテロリストを会議の場に近づけた無様に取り逃がし、結局は我々の配慮によって逃亡を阻止できたわけ。確かに先ほどの議案の良い事例と言えるであろうな。ええ、失礼ながら実際に命を狙われた皆様方にとって先ほどの駐留案、もはや真剣に検討せざるを得ないのではありませんかな。あなた方はなんと強引な。まさかそのために。ここまで悪辣な仕掛けを用意しているとはね。皆さん、議論が脱線しているようです。宰相閣下と大統領閣下のご意見も拝聴に値しますが、その前に襲撃によって邪魔された私の発言を再開させていただきたい。ディーター君。してどのような定義を。いえ、定義ではなく決意表明と言うべきでしょうか。迷いもあったのですが、この事件で決意は固まりました。今この場をお借りして一つの提唱をさせていただきます。我々はもはや他国の思惑に振り回されるわけにはいきません。周辺地域、いや大陸全土の恒久的な平和と発展のためにも、私はここに市民及び大陸諸国に対しクロスベルの国家独立を提唱します。ほう。これは奇遇だね。赤い星座の戦記とその娘か。シグムント様、こちらの用意はいつでも。構えるな。お互いクライアントのオーダーをクリアした後だ。これ以上のお楽しみはさすがに無粋というものだ。同感です。そういえばノイエブラン新装開店、どうもおめでとうございます。なかなか挨拶に伺えずに失礼しました。なんのこちらこそ。知らぬ中でもないのに挨拶にも出向かずに悪かった。そういえば死に損ないどもは元気か。嫌になるくらい元気な方々ばかりですよ。まああなた方のおかげで未だに夢見が悪いご老人もいらっしゃるようですね。長老会を襲って人質に取ったりしたからね。依頼で不在で正解だったようだな。あ、ひょっとしてイン？東方人外最強っていう伝説の
教主って。そういうお前はブラッディ・シャーリーか。わずか16で最強の両兵団の大隊長を務めているという。一人の方が動きやすいんだけどね。それよりもね、かっこいい覆面をしてるけどつけない方が強いんじゃないの？筋肉の使い方も不自然だし、普通にしてた方が強いはずなのにもったいないんじゃないかな。ほほ親バカかもしれんが、こいつの見る目は確かでな。ま、気に障ったのなら俺からも謝罪させてもらおう。別に。ザオ、くだらない挨拶を続けるのなら先に行くぞ。すみません。ではまたの機会に。ああ、またの機会に。またね